こんにちはったらこんにちは。出雲です。今週は自作のワイヤレス LED についてもう少し勉強してみたのでご紹介します。具体的には、インダクタンスとコンデンサを共振させて、ワイヤレス LED を光らせてみました。では、資料からご覧ください。はい。ではですね、インダクタンスと共振周波数ということについて、資料で紹介します。はい。でですね、先週買ってきた、ワイヤレス LED を光らせたり、自作のコイルでですね、やっぱり LED を光らせたりしてみましたけれども、いくつか心残りがありました。で、結局ですね、コンデンサ、つまりこのコンデンサですね、これは一体何だったのかなとか、あと、自分で作ったコイルではあんまり光らなかったなとか、あと、波形がですね、非対称で振幅もいまいちだったのがちょっと気になりました。で、今週ですね、いろいろ調べてみました。はい。でですね、インダクタンスという物理量をまず紹介します。で、インダクタンスっていうのは、流した電流に対して、作られる、このですね、電流ぐるぐる回して、で、時速ができるんですけど、この時速の強さを表す指標になります。同じ電流を流したときに、どんだけ強い時速が作られるかですね。っていう、物理量でして、単位はですね、ヘンリーっていうふうに読みます。で、このインダクタンスが大きいコイルっていうのが、要するに、強いコイル、良いコイルということになります。で、式的にではですね、この時速は、インダクタンス×電流の大きさっていうことになります。はい。で、インダクタンスを、数値化したいですね。作ったコイルのインダクタンス値がどれくらいかというので、大きさが分かれば、いろいろ、計算もしやすいですし、でですね、前に、紹介したLCR7T っていうマルチファンクションテスターですね。あれで実はインダクタンスが測れるということに気がつきました。後で。でですね。で、先週の自作コイルは、ちょっとインダクタンスが小さすぎたのか、ちゃんと測れなかったんですけど、今回ですね、ワイヤーを3メートル、先週の自作インダクタンスの方を3倍にして、ミシンのボビンにですね、今度ぐるぐる巻きつけました。はい。こういうのを新しく今週作りました。よいしょ。でですね、これのインダクタンス値を測ってみました。で、今回作ったこのインダクタンス値の値は、0.07 ミリヘンリーでした。で、ワイヤーの抵抗がですね、1.8 オームついてます。はい。で、先週も見た、娘ちゃんの、電磁石ですね。これもついでにちょっと測ってみたんですけど、で、電磁石としてですね、鉄芯入った状態だと 0.58 ミリヘンリーで、一桁上だったんですね。で、鉄芯を外すと、0.12 ミリオームです。それでも、僕の自作コイルの倍ぐらいありますので、ワイヤーがおそらく、6メートルぐらい、5メートルか6メートルぐらいあるんですかね。あったんでしょうね、きっと。はい。で、鉄芯があると、だいたい4倍ぐらい、もっとか、5倍ぐらいの、インダクタンス値になります。なので、コアに、表示性体を入れると、インダクタンス値が上がるというのがよくわかります。はい。で、次です。よいしょ。でですね、結局、コンデンサーは何だったのかっていうのを考えてみたときに、共振させるためなのかなっていう、先週もですね、おぼろげながらに思ったんですけど、で、共振周波数とは何かっていうと、これウィキで調べますと、RCL 回路において、インダクタンスとコンデンサの抵抗が、釣り合う周波数ですね。この周波数では回路に流れる電流が最大となりますと。ちょっと何言ってるかよくわかんない感じもあるんですけど、ですね、コイルも、容量も、周波数によってですね、抵抗値というかインピダンスが変わるんですね。で、ある周波数に、入れると、このコイルと、この容量のですね、コンデンサの、インピダンスという値がちょうど釣り合って、で、そこのところでは、非常に、電流が流れやすくなるっていう風な、性質があります。
ちなみにですね、コイルの方は周波数が上がると、そのインピダンスっていう値が上がって、で、コンデンサの方は周波数が上がると、そのインピダンスっていうのが下がります。なんで、どっかで必ずクロスするんですね。で、その周波数が、共振周波数になります。で、その共振周波数の式はっていうのは、2π ルート LC 分の1になります。でですね、今回、送信側のコイルのドライバーが、60kHz で、振動しているので、周波数は 60kHz の共振を狙います。で、今回測ったですね、インダクタンス値は、0.07 ミリオームでした。なので、この式に当てはめて、ですね、コンデンサーの大きさを、計算すると、ちょうどですね、本当にたまたま、0.1 マイクロファラッドになりました。で、なんでたまたまかっていうと、0.1 マイクロファラッドの容量っていうのはですね、大体、電子工作やってる人は持ってるような大きさだからですね、非常にメジャーな、コンデンサーの大きさになります。当然僕も持ってます。なので実験がしやすいですね。で、最終的な回路的にはですね、こんな風に見えまして、送信のコイルがあって、受信のコイルがあって、で、0.1 マイクロファラッド。で、これで共振、60kHz で共振するはずです。で、それで、双方向につけた LED を光らせようっていう算段です。はい。送信側のですね、インダクタンス値とかは、これ適当です。はい。結合係数もこれ適当です。ちょっとよくわかんないですね、本当は。はい。というわけで、共振っていうことがですね、ちょっとわかりにくい、向きもあると思いますので、ちょっとですね、拙い実験をしてみましたので、ご覧ください。はい。パネットモスを使った共振の実験をします。身近にいろいろで、共振するものはあるんですけど、バネと重しが、一番わかりやすいかなと。お祭りで売ってるヨーヨーとかがこれですね。で、うまいこと拍子を合わせると、重しは大きく振動します。これが共振周波数です。物理的には、こういう振動周波数って言ったりもしますね。で、周波数が合わないと、あんまり振動しません。はい、感じですね。はい。それでは、今回のコイルに磁界をかけて、共振とかも確認してみましょう。はい。で、自作のコイルに磁界をかけて、まずは波形を見てみます。こんな感じですね。素のコイルに、磁界をかけると、こんな感じです。で、波形はやっぱり非対称で、振幅はですね、6.2V ぐらい。先週のやつに比べると倍以上波形は出てますね。コイルの巻き数が全然多くなったからだと思います。で、これにですね、0.1 マイクロファラッドのコンデンサを追加します。はい、刺しました。はい。で、この状態で、磁界をかけてみると、ぐーんと振幅伸びまして、で、波形は綺麗なサイン波になって、振幅が、22V ぐらい出てますね。で、綺麗に上下対称になってます。でですね、これに、LED をさして光らせてみましょう。まずはですね、コンデンサー抜きでやってみます。で、LED はですね、まず互い違いに挿してます。で、コンデンサーを外してですね、磁界をかけてみました。はい、こんな感じですね。やっぱり片方の LED が強く光って、もう片方はちょっとやんわり光ってます。波形もですね、非対称なのがわかりますね。逆にコイルをすると、やっぱ反対側の LED が強く光って、もう片方は弱いです。でですね、0.1 マイクロのコンデンサをもう一遍戻して共振状態で光らせてみます。はい。両方の LED がですね、綺麗に光ってます。いい感じですね。光も結構強くなってるのがわかると思います。はい。やっぱりですね、買ってきた、ワイヤレス LED につけてるコンデンサもこの共振のためだったんだなということがわかります。はい。というわけで、自作コイルにコンデンサを加えて共振させてみました。この実験結果からも、買ってきたワイヤレス LED はですね、コンデンサがついていたのも共振させるためだったんだろうなと思います。面白いですね。はい。すごく勉強になりました。
さて、今回の動画、面白いと思っていただけましたら、高評価ボタンだとか、チャンネル登録だとかしていただけると僕は大変嬉しいです。ではまた次回。